はい、どうもこんにちは。エンジン太郎です。今回からオイルポンプ駆動用の駆動系作っていきます。これがオイルポンプのギアなんですが、ここから先新しいクランクケースになってしまったので、このチェーンは基本的にはもうオイルポンプ駆動用のためだけのものになってしまいます。なのでそれに合わせて、専用の駆動系作んなきゃなんないですね。スプロケも買ってあるので、このスプロケ使っていきます。この辺は正直正確な図面化はできてないので、こんな感じでスプロケをつけられるといいんですけどね。V2 の時にはこういう感じでスプロケつけたんですよね。ただできれば今回このテンショナーを伸ばして、このテンショナーをここまで伸ばして直接オイルポンプを駆動できればいいと思うんですけどね。なのでテンショナーはこっからミョッとこの辺まで延長ですね。それでスプロ系につながれば理想かなと。この辺ちょっとはみ出すぐらいで取り付けできればぶつからないと思います。そんな感じで、まずこのテンショナーアーム延長する方向で調整していきます。はい、まずテンショナーアームから邪魔なものを取り去ってしまいます。これで取れると思うんだけどな、こいつは。はい、取れました。これで毛書きは楽になります。ここですね、ここにつけるんですが、どのぐらいの大きさにしたいか後で決めるためにちょっと型紙貼っちゃいますね。この辺に貼っときゃいいか。こんな感じで、よいしょよいしょよいしょ。このぐらいやれば十分だ。いらないくらい。ちょっとここで切っちゃう。スプロケをこの辺につければ、スプロケをこの辺にしたいね。にすると、よいしょ。よいしょ。スプロケの位置はだいたいここら辺を想定して、テンショナーがあるから大丈夫だけどね。この辺と。こういう感じで作ればいいですね。テンショナーも延長してつけると、スプロケのテンショナーアームが延長されてこうつけば、オイルチェーン用のスプロケットをつければいけるかな。よし、じゃあこれでプレート作るか。素材の切り出し終わりました。こんな感じでセットできるように貼りますね。そのために一回これをひっぺがすと、ひっぺがして貼り付けると。位置関係はもうこの辺で貼っつけとくと。それでこれがここにつくようにここを切り替えてきますね。はい、これでフィットさせられますね。こ
こで一回溶接しちゃいますね。その後切っていくという感じですかね。はい、溶接終わりました。グラインダーで平らにしときます。とりあえずはこんな感じですね。それでここにつくんですが、ここのボスの部分長いので、このボス削っちゃいますね、まずは。まあ単面とりあえず 3.5、4ミリまで削れば OK ですね。はい、これで単面は整いました。これでベアリングの入る10パイの穴開けときますね。はい、ドリルは 9.9 で下穴入れて、はい、これで OK ですね。はい、ベアリングも問題なく入ります。ではテンショナーに、シャフトの通る穴作っておきます。よいしょ。はい、テンショナー用のシャフトのカットですね。最終的な調整は後でやるので、大体でカットしちゃいます。よいしょ。はい、切れたと。じゃあこれを溶接してしまいます。はい、溶接終わって、グラインダーできれいにしてきました。で、あと余分なとこ結構あるのでカットしてしまいますね。はい、一応テンショナー自体はついたんですが、テンショナーの力の作用の向きが逆になったので、一応調整が効くように設計してきました。で、いくつかパーツを作ってきますね。まずは中に入れるネジですね。ネジから作ってきます。これでだいたい 11.9 くらいになったはず。問題ないね。次はここ最初に削った部分にネジですね。
切り離して片面からの加工はこれで終わりです。反対にセットして残りの加工をやってしまいますね。これでいいか。よし、頭引っ込んだね。これで OK。 はい、これで調整用のボルトを差し込めますね。これちょっと短いですが、実際には 60mm ぐらいのボルトを使います。次に作るのは新しいテンショナーのピストンとなる部分です。あとはここを半月になるように削ってきます。だいたい OK と。これで半月型に削ったと。今仮付けしてありますが、こんな感じの部品をくっつけてスプリングを引っ掛けられるようにしときます。まだ仮付けなので、これから本溶接してしまいます。はい、これでできました。で、ポンチをここでいいか。よし。あとはこれに穴開けをして、こっちをつけると。はい、穴開いたので、あとはこれをここに入れて溶接します。これでスプリング引っ掛けるところ完成です。はい、ではテンショナー組んでみますね。まずは、作ったこの中に入れるネジですねを入れていきます。これがいっぱいにまでとりあえずねじ込んでしまいます。ピストンを入れてと。よいしょ。はい、入った。これで OK ですね。あと入れた 5mm のネジを締め込んでいけばピストンが下がるのでテンションかかりますね。これで
テンショナー OK だ。はい。チェーンのコマ、ジョイントリンクですね。ジョイントリンクでなんかカチャカチャなるな。で、クイックイ。はい、原因分かりました。チェーンの劣化でしたね。どうやら壊れて伸びたチェーン使っちゃってたみたいです。よし、これでオイルポンプは戻りました。一応今回使うオイルポンプは竹川の強化製のオイルポンプ使うんですが、それでも足りない可能性が十分にあるので、足りないようなら、油量が足りないようなら、まあ電動のオイルポンプ製作します。次はこの出っ張り部分です。この部分が出っ張ってるのでクランクケースに干渉しますね。なのでそこを削って、逃げを作ります。これ処理に関しては水平対向の時も V 型の時も似たような状況です。ここえぐりを作るんですが、型紙代わりに、設計図のを当てて、正直大体で削りゃいいんですよね、ここは。はい。このエリアをだいたいマイナス8ミリ掘り込めば OK です。オイルホールの穴も今のうちにやりますね。もうセンター、ここら辺がセンターか。毛書きが終わったのでここですね。ここにまずはスコープでチェックします。基本通りにセンタードリルの後、細いドリルから順番にやっていきます。最後にタップを立ててこちら側の穴は完成となります。片方は開きました。次はこの向きで入れてここに通すと。結構クランクケースの内壁ギリギリになっちゃうんで気をつけないとダメですね。傾斜がついている場所なので、まずエンドミルで平らな部分を作ってからの作業となります。よし、これで貫通と。大変ね。よし。ヘッド側にもあるオイルラインの入り口ですね。を確保しました。ここもだいたい8ミリ掘ってあればいいので、
そこまで気を使う必要はない場所です。試作の後半に現物合わせが増えてしまうのは自分の悪い癖です。次回作以降はもっと設計を煮詰めて後半に入ってもきちんと作れるようになりたいですね。これで OK ですね。これで、オイルラインのスプロケット避けられますね。よし、どこも当たらないので大丈夫ですね。あとはオイルラインがつながってれば問題ないですね。こことここですねがつながってれば OK です。出てますね。さて、オイルラインを作ったり細かい調整いろいろやってますが、長いこと見て見ぬふりをしてました。ここのプレートをつけた時にできた隙間ですね。だいたい 0.7 ミリ、仮ジグつけてぴったりの位置で溶接したはずなんですが、やっぱ時間が経つにつれ少し膨張した歪みが戻ったっていうか歪んだせいで少し隙間ができました。どうしてもここにこのプレートの隙間があるのでこれをなんとかします。まあ方法としてはここの周りだけ肉盛りをする、溶接で肉盛りをして、ここの板にここのラインにぴったりに合わすという方法ですね、やるとすれば。なので、まあ、ここは肉盛りをして、手やすりで揃えていくっていう非常に地道な作業となりますね。まず溶接の下地処理です。これをきちんとやってないとダメなんですよね。はい、溶接の盛り終わったので、あとはこれをここにつらい位置に削っていきます。この削るのはとにかく一度セットした状態、ノックピンが入ってるので位置は正確なので、この状態でネジを締めちゃう。少しずつ平らにしていきます。めんどくさい作業ですが、あんまり焦らないことですね。だいぶこっちは揃ってきましたね。まだちょっと引っかかるからもうちょっと下げなきゃですね。で光を透かして、よし、ぴったり。こっちはまだだいぶ高いですね。こんな感じで型付きが出るくらいなので、もう少しずつ削って高さ揃えますね。はい、これでだいたい揃いましたね。後ろから光透かしてみても均等なので大丈夫ですね。はい、これでクランクケース本体はつきますね。クランクケースの取り付けは支障がなくなりましたね。オイルホールも開けたし、
人座ってるし OK と。次回はとりあえずクラッチのレリーズ作ってきます。ジェネレーターカバーの加工、オリフィスの拡大、それと仮組み、あと余裕があればそうですね、いよいよ点火関係の準備をしていきます。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。